サワディカー。はい、それでは第57回壁外調査、いよいよ出発であります。この壁外調査の目的は、外壁調査とウォールマリア奪還作戦に向けて、志願しなくまでの経路を作る。ということは前回の動画でお話しした通りですが、調査兵団団長エルヴィンの頭の中では、本当の目的は別にあったんですよ。それが知性の巨人を捕まえること。敵の協力者をあぶり出すこと。というのも一番最初の動画の中でエルヴィンの時にも紹介しました。洞察力が彼にはあるんですよ。だから彼の中では一つの仮説が立っていて、この壁の中に敵が潜り込んでいる。この考えをほぼ確信に近い状態でとっくに持っているんですよ。というのもエレンが巨人のうなじから出てきたじゃないですか。同じように超大型巨人、鎧の巨人。これらの正体は巨人の姿をまとった人間であるという風に、この優れた洞察力を持つ調査兵団団長エルヴィンは見てるんですよ。はい、ともかくも調査兵団は壁の外へ向けて出発します。で、この陣形というのも独特なもので、エルヴィンが考えた長距離索敵陣形。これでもって進んでいくんですが、要はむやみやたらと進んでいって巨人と戦うのではなく、いかにして巨人と戦わないか。ここに軸を置いた陣形なんですよ。だから端的に言うと全員が深淵弾を持ってるんですよ。じゃあ例えば左側にいたやつが巨人と出くわすとするじゃないですか。そうしたらそいつは赤い深淵弾を撃つんですよ。そうしたらその赤い深淵弾を見た班は、これまた全部の班が同じ赤の深淵弾を撃つんですよ。そうすることによって全部の陣形に伝わるじゃないですか。そしてその深淵弾を見たエルヴィンが全体の進行方向を決めていくんですよ。はい、そうやって進んでいくじゃないですか。やっぱりちょこちょこ巨人は現れるんですよ。で、それはいいんですが、アルミンが馬で走ってるじゃないですか。そしたら向こうの方から走ってくるんですよ。しかもそれがめっちゃ速い。で、直ちにアルミンの周りにいた調査兵団の先輩たちが、その巨人に立体起動装置で立ち向かっていくんですが、その巨人はもろともせずに、こう立体起動装置のワイヤーを持って、ブンブン回して、そのアルミンの先輩たちを投げ殺すんですよ。アルミンは初め貴公子かと思いきや、違うんですよ。その巨人は人間を殺すべきして殺してるんですよ。ということは、つまり、その巨人には知性がある。そいつのうなじの中には人間が入ってるっていうことですよ。で、しかも、その巨人はアルミンと目が合うんですけど、アルミンのことは殺さないんですよ。でね、この時ちょっとしたやりとりがあるんですが、アルミンはこの時、そいつが誰かを感づくんですよ。ちなみにこの巨人、女性のいでたちをしていることから、女型の巨人という風に呼ばれています。で、そうこうしているうちに、この調査兵団の陣形は、かつて有名な観光地だった巨大樹の森へと入っていくんですよ。その巨大樹の森の中に入っていくのは、調査兵団の中でも中心となる部隊ですね。だから、エルヴィンだとかリヴァイ、それからリヴァイ班、この中にエレンもいます。で、その他のアルミンだとか、104期生含む一般の人たちは、巨大樹の森の入り口で待機してるんですよ。そしてあの女型の巨人も巨大樹の森の中に入ってきます。つまりこれは調査兵団側の罠であり、この女型の巨人はそうとも気づかずにまんまと誘導されてしまったという状態であります。で、その巨大樹の森の奥には別の調査兵団の部隊がいて、対巨人用の捕獲兵器でもって待機してるんですよ。そこまで女型の巨人は誘導され捕獲されます。もうね、ここまではエルヴィンの勝利ですよ。エルヴィンの思惑通りですよ。で、リヴァイがその女型の巨人の中に入っている人間を引きずり出そうとした瞬間、と、雄たけびを上げるんですよ。はい。ちなみにこうやってるのは、うなじを守ってるんですよ。そうしたら異変が起こるんですよ。その巨大樹の森の周りにいた無垢の巨人が一斉にその女型の巨人のところまでやってきて、女型の巨人を襲撃するんですよ。で、もうそれは人間では到底どうすることもできないような大量の無垢の巨人ですから、エルヴィンは見切りをつけて撤退命令を出すんですよ。で、みんなで撤退してるじゃないですか。エルヴィンは言うんですよ。女型は食われた。だが、君は中の人間が食われたのを見たか？俺は見てない。もし、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプの人間だったとしたら、
そして、あらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいた奴は今、我々と同じ制服を着ている。ということで、一人、二人と調査兵団の人たちが消えていくんですよ。そしてそれは、エレンの元にやってくるんですよ。つまり、これはもうエルヴィンが最初から予想していた通り、そいつはエレンが目的なんですよ。で、エレンの周りにはリヴァイ班の人たちがいるんですよ。それは4人なんですが、まあ少数精鋭なんですよ。はい。その敵がついにリヴァイ班のところまでやってきた時に画面が変わって、エルヴィンがこう言うんですよ。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることができるかもしれん。ということで、女型の巨人が再び現れます。で、この後結局、リヴァイ班は全滅。エレンは終始、逃げろと命令されていたんですが、ついにこらえずに巨人化。エレンの巨人と女型の巨人の対決となります。で、これも結果から言うと、エレンは負けます。負けるんですが、最後はリヴァイとミカサが出てきて、なんとか撤退するんですよ。この時、女型の巨人との決着はついてないですよ。リヴァイとミカサをもってしてでも、逃げるのにやっとだったんですよ。女型の巨人、超強いんですよ。はい。ということで、第57回壁外調査、作戦失敗でありました。よって、エレンの引き渡しが決定。その身柄は調査兵団から憲兵団に移ることになります。はい。第57回壁外調査にて、くしくも失敗を期した調査兵団。エレンが憲兵団に引き渡されれば、死罪は明白。それこそ絶望なんですよ。そこで調査兵団は強行手段に出ます。はい。ここで調査兵団は具体的に2つのことを実行します。はい。1つ目は、女型の巨人を兄であると仮定し、ストヘスクで兄を捕獲すること。そうなんですよ。まだこの段階では確定じゃないんですが、ネタバレをしてしまうと、女型の巨人は兄だったんですよ。悲しいですね。同じ104期生で一緒に3年間頑張ってきた仲なんですよ。それはいいとして、調査兵団の強行手段。その2、第57回壁外調査の際に、怪しかった部隊を隔離。はい。これもエルヴィンの仕業なんですが、壁外調査に行った時に、索敵陣形ってあったじゃないですか。あの時にエレンがその陣形の中でどこにいるのか、ということを全部の班にフェイク情報を流したんですよ。あの時、女型の巨人はその陣形の右翼側をめがけてやってきたんですよ。ということはですよ、エレンはその陣形の右翼側にいるというフェイク情報を流した班が怪しいじゃないですか。つまり、女型の巨人にリークした内通者がいるっていうことですよ。はい。ということで、ここからは、ストヘスク九州編になります。エレンとミカサとアルミン。このあたりはやっぱり兄が女型の巨人ではないことを願っているんですよ。で、うまいことやって兄と会うことはできたんですよ。そしてアルミンが言うわけですね。エレンがこのまま憲兵団に引き渡されれば、もう絶望しかないと。エレンを逃がすことに協力してくれないか。一緒に助けてくれとは言わない。内地の検問を通るには、憲兵団の力が必要不可欠なんですよ。せめて憲兵団のいる内地をうまく通過するのを手伝ってほしいと。兄は憲兵団ですから、それくらいは無理なお願いではないんですよ。もちろん兄が女型の巨人ではないか、と疑ってることはお首にも出さないですよ。で、うまく兄に協力してもらうことになるんですよ。で、エレンとミカサとアルミン、そしてアニーが一緒になって歩いているんですよ。やっぱりアニーがいるおかげで、憲兵団の検問も難なく通過できるんですよね。で、やがて、アルミンがこっちだこっちだと言った先には、そこは地下道なんですよ。そこで兄の足が止まるわけですね。私は行かない。おいおい兄、まさか暗くて狭いところが嫌いっていうわけじゃないよな。エレンがいつものように茶化します。そうさ、私は怖いんだ。地上を行かないんだったら私は行かない。エレンは言います。ふざけんな。そんなこと言ってないでさっさと降りてこい。お前が来ることで証明できることがあるんだよ。ということで、ここからは、これまで動画で解説してこなかった細かい要素がいくつもあるんですよ。兄としては何としても地下道には行けないですよね。だって地下に潜ってうまく巨人化できたとしても、そこの現場の周りにはすでに調査兵団が包囲してるんですよ。そんな状況下ではさすがの兄も太刀打ちできないことは分かっているんですよ。そしてそういった攻防の中、兄が女型の巨人であることが確定。ついに兄が巨人化。それに伴いエレンも巨人化します。で、この二人の巨人の戦い。巨大樹の森の戦いに次いで2回戦目ですよ。
はい。ということで、結果から言うと、この2回戦目、エレンの勝利ですよ。もう最後はエレンが追い詰めて、兄は最後、壁を登って逃げようとするんですよ。そこをミカサがやってきて、兄を引きずり下ろします。あとはエレンがとどめを刺すんですが、最後の最後、兄はその硬質化の能力によって決勝となります。はい。その戦いのことは、それはそれでいいんですよ。現場はざわついてるんですよ。みんな上の方を見てるんですが、さっき兄が壁を登ろうとしたじゃないですか。その時に開いた穴から巨人の顔の一部が見えるんですよ。しかも目が動く。夢見ていますか？この国の未来をもがいていますか？明日を生きるため志高く駆け抜けた同士の